通にこう自分自身がアルクトゥルスを呼んで、なんかこれやってくださいって言うともうやってくれるよね。これいい人っていうのも僕結構出ちゃうんだよね。だからそれはなんかもうテーマなんですよね。でもこれ見てる人も多分同じかな。エネルギーが動くことだと思うんですよ、意図っていうのは。なんか今すごい大きな愛のエネルギーが来たんですけど、なんか本当に皆さん生まれてきてくれてありがとう。そのアルクトゥルスっていうのがこれだけなんていうの、慈悲深いっていう。はい、今回も始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。あきこです。こんにちは。はい、こんにちは。今日はなんとこのね、あきこさんの横に不思議なお面が見えているんですけども、これは一体何なんですかっていうことから話してもらいましょうと思いますけども、はい。はいはい。はい。私の姉が今インドに来てて、はい。それで、今ちょっと今日は出演してもらってます。それでちょっと顔出しがあれなのでお面、これなんだっけ？何のお面だっけ？シリウス人のお面だそうです。ちょっとじゃあ、あきこさんのお姉様に自己紹介とかいいですか？どうですか？してもらった方がいいかもね。はい、ね。こういう仕事してるからね。自己紹介をじゃあ。はい、お願いします。はじめまして、空イリスです。よろしくお願いします。私の自己紹介ですね。以前沖縄に、10年くらい住んでたんですけれども、その時にあるヒーラーの方からあなたはヒーラーになる人なので大至急ヒーラーになる勉強をしてくださいっていうことを言っていただいて、それから今まで全く違う仕事をしてたんですけれども、ホテルの仕事をしながらヒーラーになるレッスンを受けて、で、いろいろなことをやりながら、今はチャネリング講座だったり、アルクトゥルスヒーリングっていうヒーリングをメインでやらせていただいています。はい。前回東京のね、オンダリアルミーティングでもね、お会いした時に初めてお会いしたんですけど、はい、すごくなんていうかな、なんか真面目な感じですよね、お姉さんね。そんな感じじゃないですか。見た目はそうですね。でもあれか。でもなんか踊り始めたらすごいことになる。そう、読めないんですよね。そうか、読めない感じなんだ。読めない。何が飛び出るかね。そうだよね。そうだ。そういうタイプなんですよね。で、今日はアルクトゥルスヒーリングっていうのをやってもらえるっていうことなんですけど、まずアルクトゥルスっていうのは一体何なのかっていうこともちょっと知らない人も多いと思うし、僕もあんまり知らないんで、どういう星なんですか、ちなみに。そうですね、色的に言ったら赤みがかったオレンジ色の大きな星なんですけれども、実際宇宙の中にあって、でもうすごく大きい星なので、太陽も地球の何倍も大きな星だと思うんですけど、太陽の本当何百倍の大きさのアルクトゥルスっていう星があります。で、そこに、アルクトゥルス星人がすごくたくさんいるんですけれども、アルクトゥルス人自体が光を使ったヒーリング技術がすごく優れている人たちで、その人たちが地球を救いたいっていうので、今地球の私たちとつながって一緒にヒーリングをしてもらっています。で、私はアルクトゥルスヒーリングを以前受けた時に、なんだこんな面白いヒーリングはと思って、そこからもうワクワクが止まらなくて、でもうなんか自分もちょっとやってみたいなと思って今やらせていただいています。なんか僕もなぜか昨日シャスタの方からアルクトゥルスのヒーリングをやる人がなぜか来て、なぜかやってもらったんですけど、なんかそのタイミングがまたぴったり合っちゃったんですけど、ぴったり合っちゃったね。アルクトゥルスっていうのが今ものすごい来てるんですかね。なんかどういう来てるね。どういうことなんですかね。そうですね。なんかアルクトゥルスはやっぱり地球
の私たちではできない宇宙の技術を用いてやってくれるので、ヒーリング自体があれなんですよね。なんかこう受ける側とかこう受け取る側っていうよりも、アルクトゥルスとその人のハイヤーセルフだったりスピリットと一緒に共同創造していくので、地球にない技術を使ってその人に今必要な変容と気づきを起こしていくっていう、すごく素晴らしいヒーリングだと思います。で、それを使いながら本当にもうこう外せないものとかを外したり、もう今まで本当に何十年間抱えてたものをこう手放したりとか、そういうきっかけになっている方が多いので、なんか今のタイミングすごく必要で、他の同じヒーラーのアルクトゥルスのヒーラーの方にもアルクトゥルスのヒーリングを必要としている人が列をなして待っているビジョンが来たみたいで、私も今そういうふうに感じてますね。今まで下ろせなかったエネルギーなんですね。要はそれだけの技術を持った人もやっぱり育ってなかったのもあるし、地球が今までやっぱりそこまでのエネルギーをこうアルクトゥルスとともにね通すってことは多分無理だったんだと思うんですよね。でもそこがやっぱ今だからできる、解禁されたじゃないけど同じメッセージが来てるから今なんでしょうね。よしさんとこも来てたし、私のとこも来てたし、お姉ちゃんもインドにいるっていうねこれで発信するっていうんですよね。アルクトゥルスなんていうのは全く知らなかったですからね、ちょっと前まで。動画見てる人もそうだしだと思うんだけど、そんなだって太陽系とかに別にアルクトゥルスっていうなんかもないし、アルクトゥルスなんて学校で習わないでしょ。アルクトゥルスってでも大天使の星だよね。大天使が来てるっていう。なんか天使の中でもそうなんか有名なミカエルとかはちょっとわかんないけど、そう天使が来てた。一般の人は知らないですよね。でも一般の人って。そうですね。日本人はちょっとあまりゆかりのない星なんですけど、ハワイではホクレアって言って、船がこうアルクトゥルスの星を目指して航海してたりとかするみたいで、だから日本以外のその海外では結構こう、その星がこう重要な星になっていたりとかするところもあるみたいなんですけど、やっぱり日本人の私たちはあまり聞かないと思います。そっか。じゃあ実は知ってる人は知ってるっていう星だったんですね。で、そうみたいですね。今回そのアルクトゥルス、僕も何かね、こういうタイミングで縁があってっていうこともあって、で、今回、じゃあアルクトゥルスヒーリングをぜひということで、まずはどうやって、今さっきね、意図すればよかったって、ちょっと前に、1時間ぐらい前にね、2時間ぐらい前に意図したんだけど、この後は何かメッセージが来たんですかね。どういう感じでいいんですかね。もうヒーリングはやってもらったんだっけ？もうヒーリング終わっちゃったんだ。はい、終わりました。ヒーリング終わったので、それに対するヒーリングの内容を今喋ってもらうって感じですね。あ、そうですね。ね、説明してもらいましょうかね。はい。はい。まずやったあれだよね、サロンに対してやってもらったっていう話したっけ？まだしてないね。だから今回、アルクトゥルスヒーリング、これを見てもらってる動画の見てもらってる人は、じゃあどういうヒーリングの手法っていうかなのかっていうことも興味あると思うから、まずはあれですよね。この今動画撮る前、2時間ぐらい前に意図をすればよかったんですよね。そう、どういう意図で、どういうことを意図してヒーリングをするかっていうのをちょっと流れを説明しておいた方がいいと思うんですけど、アルクトゥルスヒーリングとはまず意図をするんですかね。そうですね。で、その前に一度アルクトゥルス製のアルクトゥルス人のチームが、ヒーリングすることを許可していただいたんですけれども、ヒーリングを受けるにあたって、宇宙存在自体がやっぱりこう人間のサポートをこう依頼というかサポートの依頼がないとそこに関与できないっていう法則があるみたいで、なのでアルクトゥルス人がヒーリングすることをまず許可していただいて、それからこのヒーリングに意図することとか、こうなりたいとか改善したいとか、そういうことを、出してもらいました。で、まずはそれによって出してもらった。で、普通だとね、アルクトゥルス人になんかお金払わないといけないんじゃないかとか、お礼しないといけないんじゃないかとか思っちゃうじゃないですか、普通は。
その辺はどうなんですかね。アルクトゥルス人には無償でやっていただいてるんですけど、私は、つなげるアルクトゥルス人を、自分にまず自分とつながって自分とそのクライアントさんをつなげるっていうことをしてるんですけど、そのことに対しては、セッション料として、料金をいただいてるんですが、アルクトゥルス人は無償でやっていただいております。アルクトゥルスになんかお礼しないといけないですよね。なんかアルクトゥルス人にね。アルクトゥルス、そうですね。アルクトゥルスにお礼というか、アルクトゥルス人自体がサポートすることをすごく喜びとしてるので、それを感謝するじゃないですけど、アルクトゥルスに礼を伝えたりとか、どんどんサポート、それよりもサポート依頼して一緒に共同創造することが喜びみたいなので、どちらかというともっと一回つながったんだったらもっとサポート依頼してみたいな感じです。僕たちそれが、喜びでもあり楽しみでもありみたいな、なんか自分たちの成長にもなるからっていう感じでなるほど。じゃあどんどん依頼していけばいいってことですね。はい。そうですね。はい。わかりました。じゃあそして依頼した結果、何かメッセージが来ているということなんですかね。そうですね。顔が若干出てきましたよ、お姉さん。大丈夫。まだ5分の1ぐらい出てきました。まだ大丈夫と思います。出ちゃった。読んだ方がいいかな。そうか。読むときにね。あとサロンのエネルギーの中心とそこのサロンにもエネルギーセンターがあるので、そのエネルギーセンターの一回クレンジングをして、で、サロンの子宮的な部分ですね、女性性とかクリエイティブするとか、そういう部分を癒して解放するっていうことをして、でその後に男性性と女性性の解放を促して、それから統合していくようにっていうワークが入ってます。で、その後でハートのスペースの拡大でアルクトゥルスのハートマンダラを使いながら、アクティベーションですね、ちょっと細胞レベルで、そのサロンの人たちもそうですし、サロンの中のそのハートスペース、愛のスペースを拡大するっていうことをして、あとはインナーチャイルドの解放と、あと惑星のつながりに、もうちょっとアクセスできるようにっていうことで、惑星とのつながりの浄化と調和を促して、あとなんか宇宙魂、宇宙のスピリットでやっぱり傷ついてる部分がすごく多く見えたので、そこの修復を行ったのと、あと陰と陽の統合ですね。白と黒、男女、地球には相反するものがあるんですけど、そこが統合していくことで、何が悪い何がいいとかっていうのではなくて、清濁合わせ飲めるような大きな、心を皆さんが、持つことで、波動がすごく上がっていくので、そこを統合していくっていうことをしたのと、それに付随して受け入れる範囲を広げる。で、あとはスピリットのビッグバンで、皆さんの心の解放につながることだと思うんですけど、っていう、ヒーリングが入ったのと、あとは、この中を渦巻いているサイキックなものでも不必要なものの残留物を取り除いていって、エネルギー的なちょっと寄生虫もついてたみたいなので、それを取り除くということを、ちょっとやっぱり大きなエネルギーからのヒーリングだったんで、これちょっと100回ぐらいやってたんですけど、であとは、内なる宇宙エネルギー、至福のエネルギー、豊かさと同調していくっていうワークを。ちょっと待って、なんかよしさん質問とかあります？いや、もうずっと喋っちゃっていい？一回このままメッセージを聞いてから質問してみようかなと思ってました。はい。じゃあそのまま続けて。で、あとは、結構いろんなサポートも入ってたんですけど、まずマグダラのマリア様のサポートが入って、でそこから地球とのつながりを、構築して浄化することで、地球のアセンションプロセスと、サロンのアセンションプロセスの橋渡しになるような、
ワークが入りました。あとは不必要な記憶だったり、カルマ的な習慣パターンをアルクトゥルスの周波数で中立にするっていうことをして、これはちょっと結構根こそぎ取るようなワークをして、で、あとはアルクトゥルスのライブラリーから宇宙の起源についての、情報をダウンロードするっていうことをしてました。これはサロンの人たちに気づきがこれから起こるかなと思います。で、あとは、シリウスのサポートが入って、各惑星のサポート、宇宙魂持ってる人が多いので、そこのもう全ての惑星がサポートに今入ってくれているみたいなので、そことのつながりを再度構築して強めるっていうことをしました。で、あとは右脳と左脳ですね。頭で考えるのではなくて潜在意識に皆さんがつながれるようにっていうことと、あと、また竜のエネルギーが来たので、竜のエネルギーとつながって、もう一回浄化とクリアリングをして、で、あとは何かを断ち切るっていうことでセルメトシンが来たので、セルメトシンが何かを断ち切るっていうワークをして、何かっていうか、今まで断ち切れなかったものを断ち切って解放していくっていうワークが入って、あとは豊かさの女神ですね。そこの女神とつながるようにということをして、で最後は、アルクトゥルスのアセンションライト。聞こえました？なるほど。聞こえました、聞こえました。なんかすごい盛りだくさんで、なんかすごいことになってたみたいなんですけど、これは、知らないうちにね、これってどういうことなんですか？なんか、そのアルクトゥルス人たちが勝手にやってくれたんですか？それを。そうです。はい。アルクトゥルス人が勝手にやりました。勝手にこんな盛りだくさんのことを勝手に私こんなことやりますみたいな感じで、どんどんやってくれたんですか？そうです。一番最初に意図していただいたことがありますよね。それに関しての必要なワークを、入れたという感じなので。その必要なワークを入れたのは、アルクトゥルス人が勝手に入れてくれたってことですか？これがいいよね、これがいいよね、あれがいいよねって感じ。アルクトゥルス人って3人いるんだっけ？3人です。3人でチームになってるみたいで、その人たちがやってくれた。そうですね。で、お姉さんは、その3人のアルクトゥルス人にコネクトして、何やってくれたんですかって聞いたら、こんなことやこんなことや全部やってくれましたっていうのを今言ってもらったってことですよね。そうです、そうです。はい。すごい働きますよね、アルクトゥルス人。そうですね。で、光の速さでやるので。働きすぎですよね、これね。すごいな。なんか本当にやっぱり講師の気持ちっていうかね、これがすごいんだろうね。たった一言、だから要はね、僕とね、あきこさんは、これとこれあったらいいよね、ちょっと本当に1分ぐらい話したやつが、もうなんか、何千パターン分ぐらいなんかいろんなことやってくれたってことですもんね。でもこれもう申し込んだ時点でっていうか、お姉ちゃんに頼んだ時点でエネルギーがずっと流れてきてたのが分かって、だから、いつだったっけな、もう2日前ぐらいだっけ？2日前に。2日前ぐらいから来てましたね。やってくれてたから。いや、なんかね、ちょっと話がちょっとずれちゃうんだけど、昨日アルクトゥルス系の人が勝手に来ちゃったっていう話も、勝手にじゃないけど、来ちゃったっていうのもそうなんだけど、なんか要はね、時系列が変わるんですよね。だから時系列っていうか、僕の中でさっき、前回の動画でも言ったけど、自分の中のブロックや癒しっていうのを、そろそろやろうかなっていうタイミングに、そういうことが起きるじゃないですか。で、アルクトゥルスっていうのも、なんかそういうことをやるっていうことを、なんとなくその流れで決まった段階で、違うところからも同じようなことが起きるっていうのは、時系列は違うんだけど、全部同じように自分の中の変化ですよね、これっていう話と同調しますね。で、多分これ動画を見てる人は多分同じく、なんかこの動画見ちゃったな、なんかこれわかんないけどそういう話を、なんか自分でもそう思うなっていう人は多分そういう意識が自分の中で変容したからこの動画見ちゃってるっていうことになりますよね、多分。ね、面白いなと思う。あとね、じゃあ、このアルクトゥルスの、どうしようかな。なんか、動画を見てる人にもなんかね、いいことが起きてほしいんだけど、なんかどうしたらいいんだろう。なんかいい方法あります？アルクトゥルスからのメッセージ、提案も来ているんですけど、提案。それもお伝えしていいですか？いいですね、提案。はい。まず、
最初に意図していただいたことに関してなんですけど、たくさんのエネルギーの皆さんと調和していきたいっていうことに関してと、段階があって、皆さんと一緒に進んで成長していくっていうことに関しての、メッセージなんですけど、これはやっぱり起こる出来事を信頼していくっていうことと、委ねる、任せる、受け入れるっていう、女性的なエネルギーなんですけど、それがすごく大事みたいで、あとはいい人にならないで、やっぱ等身大でいるっていうこと。そうか。はい。これいい人っていうのも僕結構出ちゃうんだよね。だからそれはなんかもうテーマなんですよね。でもこれ見てる人も多分同じかな。いい人って結構ブロックっていうかもう、なんかあれの象徴ですよね。アルクトゥルスからのアドバイスのいい人にならないって。それいいね。そう。なんでいい人にならないって言ってるのかな。これはなんか物事の清高合わせ飲むっていうのの一番最初のプロセスとしては、これはやっぱ自分自身の白黒を受け入れるっていうことが一番最初なんですけど、なので自分自身がなんか例えば誰かと話しててちょっとなんか頭にきたなっていう時になんか頭にクソみたいな思ってもダメみたいな、びっくりした。なんかそんなこと思っちゃダメみたいな風に隠してしまうんじゃなくて、なんかクソって思ったらなんかクソでいい。そう、クソでいいみたいな。そういうのも受け入れる。なんかそういう自分の感情も受け入れていくと、それが優しいな。そうすることでこの他の人の白黒も受け入れられるようになるんですよ。これはちょっとアルクトゥルスからではないんですけど、以前私が言われたことは、完全なる白、完全なる善を目指したら宇宙はあなたを邪魔しますよっていうことを言われていて、はい、それはやっぱり清高合わせ飲むっていうことが、の方が波動が大きいんですよね。白黒ジャッジメントするっていう波動は低いんですよ。波動で言ったら。でもグレーでいるっていうこと、グレーって宇宙人じゃなくてグレーでいるっていうニュートラルなね方のね。ニュートラルでいるっていう方が波動が高いので、その波動に合わせてると実はその自分自身がなんか例えばこれダメだなと思ってた自分自身の部分も消えていくんですよ。なぜかっていうと波動が高い波動に合わせてるから。音声が聞いたかな。大丈夫です。はい、大丈夫ですよ。はい。とか、なんか、自分がこうで、なんか、これもできなくて、なんか、ダメだと思ってたりとかして、それを、なんか、受け入れた方が、実は、どんどん、それがなくなっていくっていうことにもなるので、最終的に、それを自分でできれば、周りの人にも、物事にも、そういう対応ができるようになっていくのでっていうことみたいですね。あとはアドバイスあるんですか？で、まだあります。で、あとはヨシさんが楽ちんになっていく、クリエイティブにっていうのはやっぱり自分よりも優れた人を育てるっていうことに重きを置くという。さんも多分すごくいろんなことに長けてると思うんですけど、自分よりももっと優れた人を、自分が手をかけることで育てるって意図するだけで、どんどん自分が楽になっていく。なぜかっていうと、みんなが優秀であれば自分がもっと楽をできますし、やっぱり自分が完璧主義になってルシさんが完璧主義かわかんないんですけど、完璧主義になってしまうと下は育たないので、どんどん優れた人を育てていくことと、信頼すること、なんか、大人であると思うんですけど、子供だと思って、子供を育てるような感じで信頼していっていくと、なんかすごくヨシさんのクリエイティブさも伸びますし、その周りの人もどんどん伸びて、っていう風になるみたいです。すごいありがたい言葉だった。ちなみにこれでちなみにねだからこのアルクトゥルスにみんなもなんか動画見てる人も意図するだけでいいんですかね。なんかやり方とか教えてもらったらみんな
できちゃうのかな。アルクトゥルスの糸をヒーリングしてもらうってこと？そう、だから自分でもできちゃうっていう方法はあるんですか？この動画を見るだけでできちゃうっていう方法。普通にこう自分自身がアルクトゥルスを呼んで、なんかこれやってくださいって言うと、もうやってくれるよね。そうですね。つながりをこう持つというか、アルクトゥルス意図してもらって、こうサポートに入ってくださいとか、意図してもらった。特にサロンに対して今回ヒーリングしたので、サロンのメンバーとのつながりもできたと思うので、見ていただいている方がこう意図してこうなりたいとか、これについてサポートしてほしいっていうふうに言っていただいたら、アルクトゥルス時も動けると。それはだから一般の人たちも同じだから、結局その自分がこうしてほしいってアルクトゥルスに頼んだらやってもらえるんですよね。ヒーリングしてくださいって言えばもうヒーリングしてくれるから、でももうちょっと具体的にヒーリングしてくださいって言った方がいいのかな。そうですね。具体的に。そうね。だからポイントを言うならば、さっきね、今日も意図するポイントは、ある程度何かを特定した方がいいみたいですよね。だから、なんとなくアバウトに幸せになりたいとかじゃなくて、今こういうことが困っているからこうしたいとかっていう具体的な方がいいんですよね。そう、そこ大事みたいですよね。私もなんかだから、ちょっと、なんていうのかな、最近大雑把だったんですよね、糸が。高次元のサポートしてもらうのに、糸が大雑把すぎて、手出しできなかったって言われたんですよ。何すればいいか分かんなかったんですよ。でもっと細かく、だから例えば肩が痛かったら、肩をリラックスするヒーリングとかね、例えば自分が今大変だったら手伝ってくれるヒーリングとかね、分かんないですけど、手伝ってくれる人をサポートしてくださいとか、そういう感じで細かくやっぱり言うことによって手出ししやすいっていうのがあるみたいですね。そっか。エネルギーがやっぱりエネルギーが動くことだと思うんですよ、糸っていうのは。だからちゃんとこうエネルギーが向かうように私が意図しなくちゃいけない。潜在意識の自分自身が意図しないと、やっぱりエネルギーの精度としてはなんか大雑把になっちゃうとか、細かく意図するっていうのは結構大事だと思います。あとはあれですね、そのヒーリングを、していい範囲が多分あると思うんですけど、なんかここは開けてほしくないっていう、この問題はちょっと今まだ開けてほしくないっていうブロックがあるとちょっとそこにはいけないので、ちょっとそのヒーリング受けるのに対しては本当に自分自身をオープンにするっていうか、っていうのがすごく大事です。だからこうアルクトゥルスヒーリング受けても変化がない人とかもいるんですけど、全くないわけじゃないんですけど、なんかこう、すごいこう今まで本当に何十年かかって取れなかったものがこう解放できて、すごく良かったっていう人もいれば、そうじゃない人もいて、やっぱりどこまで自分がその、ヒーリングするのをどこまで許せるかっていうところもあるので、本当にアルクトゥルス人に関してはオープンでいていただけるとよりいいかなというふうに思います。はい。なんか今すごい大きな愛のエネルギーが来たんですけど、なんか本当に皆さん生まれてきてくれてありがとうございますっていうすごいこう大きな愛のエネルギーが来ました。なんか本当に皆さんが存在してくれてるだけで、地球自体の喜びにもなっているみたいで、なんかすごい地球からなんか本当に感謝のエネルギーが来ている感じ。なので本当に、自分自身をすごく大切にして喜びの中で皆さんに生活してもらうっていうことを望んでいるので、はい、本当にサポートしますので、なんか本当にアルクトゥルスでもいいですし、地球でもいいですし、こう近い存在にどんどんサポートを依頼して、楽しく豊かに皆さんが生きていけることをすごく願ってます。はい、以上です。ありがたい。はい、ありがとうございます。いいね。すごいありがたいね。はい、ということでね、ちょっとこの動画はこれで終わろうと思うんですけど、次回かなんかにもしかしたら僕の壊れちゃったチャクラをアルクトゥルスに依頼してみようかなっていうのもお願いしちゃっていいですか？今回のタイミングかもうちょっとは先かもわかんないけどね、
今、そうなんですよね。ね、そう。まあ、壊れちゃって面白いなと思っちゃったんだよね。今回そのアルクトゥルスの撮ったじゃないですか。要はそのアルクトゥルスっていうのがこれだけなんていうんですかね、慈悲深いっていうか、なんかね、何者かわかんないって思ってると思うけど、まあ宇宙存在であって、アルクトゥルス出身の人とかも多いんですよ。私とかも多分関わってたのかなと思うし、まあ、お姉ちゃんもこういうのやってたりとか、まあ、ヨシさんとかも多分あると思うんですね。遠いと思ってた、まあ、存在が実は近いっていうことだから、まあ、そういうだんだんそういう情報とかもね出てくるんじゃないかな。そうね。OK。じゃあちょっと一旦これでね今日は終わりたいと思いますので、ちょっとお姉さんも一緒にこのではではをやりましょうか。ではではで手をただ手を振るだけなんですけどね。はい、ではそれでは、はい、それではありがとうございました。ではありがとうございました。では。だんだん日が落ちてきてるね。